笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもある井出ちゃんです。今回は嚥下、発声、しっかりと咳をする能力に効果的な呼吸トレーニングをご紹介します。呼吸トレーニングには肋骨周りのストレッチ、吐く力を鍛えるトレーニング、吸う力を鍛えるトレーニング、肺に空気を取り込めるだけ取り込んでキープするような練習など様々あります。パーキンソン病の呼吸の特徴は全身の筋肉が筋固縮によって硬くなるという特徴がありますので、肋骨周りの筋肉が硬くなり、息を吸った時に肋骨が広がりづらくなり、結果的に呼吸が浅くなるという傾向にあります。これを拘束性換気障害と言います。これに対して呼吸トレーニングは何をすればいいのかというと、息をいっぱい吸えないんだから、しっかり息を吸う練習をしたらいいんじゃないかと思いますが、実はしっかり吐くトレーニングをした方が、その後肋骨が広がりやすくなり、結果的に呼吸だけではなく、声を出す発声能力、嚥下能力、咳を出す力も高まるということが分かっています。今回はこれをもとに吐く力を鍛えるトレーニングを行っていきます。まずはいつものように座ってストレッチから始めていきます。ストレッチは特に肋骨についていて、肋骨の動きの制限になり得る筋肉のストレッチを行っていきます。このチャンネルではこのようにパーキンソン病のための運動や有用な知識をご紹介しますので、継続してみたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、概要欄の公式 LINE リンクから登録をお願いします。それでは始めていきましょう。ではまずストレッチから始めます。首から始めていきます。背筋を正して上を向きます。続いて下を向きます。続いて横に倒します。この時、肩が上がらないよう気をつけましょう。反対です。横を向きます。しっかり顎のラインが肩の上に来るまで真横を向きましょう。しっかり真横を向いていきましょう。反対です。ではぐるり一周回します。
反対です。今度は両手を万歳して、片手でもう片方の手首を持って横に引っ張るようにして体を横に倒します。この時、肋骨と骨盤の間の筋肉がしっかり伸びるよう意識しましょう。反対です。続いて胸の前のストレッチです。手を座面の少し後方に置いてぐっと胸を反らせます。この時、肩甲骨と肩甲骨が後ろで寄っていくイメージを持ってください。胸の前、肩の前、そして肩の上も伸ばしていきたいので、肩が胸の延長線上に来るまでしっかり後ろに引いて伸ばします。そして肩が上がらないようにしっかりと下げ切ります。続いて肩甲骨の内側の筋肉を伸ばしていきます。これはどこを伸ばしているか分かりづらいと思いますので、先に筋肉を触ってみたいと思います。まず片手を反対の肩周りに置いたときに、硬い骨があるかと思いますが、これが肩甲骨です。この肩甲骨に沿って内側に手をやると、肩甲骨の切れ目がありますので、その切れ目の内側の部分に少しゴリゴリと摩擦、圧迫刺激を与えてみましょう。特に肩こりのある方は、この切れ目の上の方に筋肉の硬いところがあるかと思いますので、そこもしっかり今からここを伸ばすんやなと刺激を与えてあげてください。そして今度は肩甲骨の下の方ですが、肩の上からでは手が届かないと思いますので、脇の下から肩甲骨の内側に手をやって、肩甲骨の切れ目の周辺の筋肉を刺激しましょう。手が届かない方は、背もたれの高さがだいたい肩甲骨の下に当たることが多いので、背もたれに背中を当ててぐりぐりとこすり合わせてみてください。では実際に今触った部分をストレッチしていきます。両手を前で組んで前に押しながら胸を丸めていくのですが、この時肩甲骨と肩甲骨がしっかり離れていくのを感じましょう。先ほど触った肩の上の筋肉が非常に硬いので、引っ張られて肩が上がってしまいやすいので、しっかりと肩を下げて肩甲骨をまっすぐ前に押し出します。続いて肋骨のストレッチをします。頭の後ろで手を組んで片側の胸が伸びるように胸を伸展させます。右胸であれば右胸をより前に突き出して胸を反らせます。息を吐くときに縮こまったりしやすいですが、吐いても姿勢を変えず、吸うときにより伸びていくようなイメージを持ちます。
今度は左胸を伸ばします。では、本題の吐く力を鍛えるトレーニングに移ります。この練習にはティッシュを1枚使いますのでご用意ください。始める前の準備ですが、壁に対面するように椅子を配置します。座った時に膝の下にくるぶしが来るように椅子を配置しましょう。そしてつま先は壁ギリギリになるようにかなり椅子を前に近づけておきます。それでは始めていきますが、まず壁にティッシュをつけるのですが、この位置はお辞儀をして顔が真正面に来るぐらいの位置にします。そしてこのティッシュが落ちていかないよう息を吹きかけてティッシュを壁に貼り付かせます。やってみます。という感じでちょっとしんどいんですが、このような感じでやっていきます。吐く力が弱い方が多いので、まずは手でティッシュを持って壁に貼り付かせるという練習から始めていただいても構いません。できる方は手を離して息だけでティッシュを貼り付かせます。では5回行います。2回目、3回目、4回目、5回目、休憩です。これが慣れてくればティッシュを貼り付かせる秒数が10秒、20秒と伸びていくかと思います。本来はこれを5セット行います。最初はかなり結構疲れますので、まずはあと1セットにとどめます。この時点で酸欠のような頭がぼーっとするような感じがあれば、1セットで終了してください。徐々にセット数を増やしていきましょう。ではまた5回行います。2回目、3回目、4回目、5回目、呼吸が楽になるだけでも
自覚的には疲労感が軽減して動きやすくなる印象はありますが、結局座っている時や立って活動している時の姿勢が悪ければ、また筋肉が硬くなって呼吸が浅くなってしまいますので、呼吸トレーニングは他の筋トレやストレッチなどのトレーニングに並行して行うのがいいです。本来は呼吸トレーニングは毎日行うのがいいのですが、なかなかトレーニングの時間を作れないという方は、ストレッチを毎日、筋トレを3日に1回行って、合間の2日のうち1日は呼吸のトレーニングを行うなどとスケジュールを決めて行ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。